はい、こんにちは。建築写真家チャンネルタオカメラを日頃はご視聴いただきありがとうございます。建築写真家のタオカです。今日はですね、前回に引き続いてカメラのね、機材のちょっとレビュー、実際に持っているものというよりも今後発売されるだろうというね、機種として前回はキヤノンの R3 をご紹介させていただきましたが、今回はですね、ニコンですね。僕は皆さんから見るとニコンの機材をほとんどレビューしてないので、ニコンを全く使わないカメラマンだというふうに思われてるかと思いますが、実はそうじゃないんですね。もともとプロになった時に、キヤノンのね EOS5D というのでプロデビューはしたんですが、実はその後ですね、早々とニコンのカメラも機材もね導入しておりました。どういう機材だったかっていうと、ニコン D3 っていうね一眼レフカメラ、それと D800E、それからもう一個 D810 というね、このボディを使い続けてきたんですが、残念なことにね、ニコンさんのカメラ機材を使うとちょっと私の中ではね、建築写真撮るには満足いく、レンズがなかったっていうのが非常に大きかったです。特にね、キヤノンでいう TS レンズのことをニコンでは PC レンズというんですが、この PC レンズがですね、キヤノンと同じ 24mm まではあるんですが、その次の広角側になるとキヤノンは 17mm なんですけれど、ニコンの場合はね 19mm とちょっと 2mm ね、広角が足りない。でこれはおそらくですが、マウントのね大きさ F マウントのどうしても弊害というか、開発の限界だったんじゃないかなというふうに僕も予測してまして、この PC19mm になったことによって、ニコンのね機材は全部ね売却してしまったと。それから久しく時が経ってしまって、なかなかニコン機をね使って仕事をするっていうことは実は減ってしまったんですが、でも実はね内心はやっぱり男心をくすぐるのはやっぱりね相変わらず今でもニコンなので、実は僕ニコンのフィルムのカメラもね趣味で F1 から F6 まで持ってました。F6 はちょっと売却しちゃったんですが、だから今でも F1 から F5 まではね持ってて、あとはね実はこの今ニコンのウェブサイトを見てるんですが、ミラーレスカメラの中にもねいろいろあるんですけれども、この Z6 っていうのを実は僕もね持ってるんですね。でこの Z6 仕事では一切ほとんど使いませんが、とてもいい僕カメラだと思ってます。性能的なものと価格的なものでいくとめちゃめちゃコストパフォーマンス高いんじゃないかな。今となってはねこの2が出てるので2400万がそのミラーレス機の中では僕が思う中でコストパフォーマンスめちゃめちゃ高いカメラだなと実は思ってるんですが、これなぜね仕事で使わなかったかっていうと、バッテリーグリップが縦位置型に使えるバッテリーグリップがなかったっていうことが一つと、メディアの挿入するスロットが一つしかなかった。でこれがね2つあったらもしかしたら仕事でも使ってたかもしれないです。ただニコンさんもねもう重々分かってることなので、今更それを掘り返すのもちょっと申し訳ないんですが、この Z6 と7が最初出た時にダブルスロットにしてなかったっていうのはちょっと失敗だったんじゃないかなというふうにはやっぱり私なりにもちょっと思ってて、残念な結果になってしまっているのが今のニコンさん状況なのかなというふうに思いますが、その後ですねいろいろ改善をして機種も充実させて、ファームアップウェアとかねそういったのでも対応してきてですね、このミラーレスの中で Z6-2 というね、機種もで、さらには高画素版の Z7 も Z7-2 という機種が出てきてます。であとはですね、さらにエントリー機で Z5 とかDX フォーマットのミラーレスとして、Z50 という機種もねどんどん出してきてるので、これ結構ねラインナップとすればめちゃめちゃ実はバランスがいいし、このナンバリングの仕方も上手にうまくついてるんじゃないかなという気がします。でそうすると今度どういうことを期待されるのかっていうと、この Z7 のこの上の機種ですよね、いわゆる Z7-2 か Z7-2 の上の機種がどういうものが出るんだろうっていうことになるんですが、これもう実は開発の発表されてて、キヤノンの R3 と一緒のようにねそれより先に開発発表されている実は Z9 という、おそらくこれもニコンのねミラーレスの中では、プロ向けのフラッグシップ機になると言われている機種が出ますよということが開発発表されてます。これちょっとね実際にこのページ
見ていただくと、これ3月10日に発表されてます。どうですか皆さん、バッテリー一体型のものになります。名前も Z9 ですから、なんかソニーのねナンバリングの仕方になんか似てきたのかなっていうちょっと気もしないでもないですが、それでも、ここフラッグシップのモデルでフルサイズミラーレスカメラニコン Z9 開発とあります。どういう内容かというと、これね新開発のニコン FX フォーマットで、ここ積層型 CMOS センサーって書いてあるので、ここの積層型によるブラックアウトフリーでの撮影が多分可能になるのかなと。でさらには画像処理エンジンを搭載して次世代の映像表現を見据え 8K 動画を対応というふうにね書いてあるので、そうなってくると画素数はもう4000万画素を超えてくるだろうというふうに思います。あとはですね、フラッグシップなりのねオートフォーカスの性能であったり、そういったものをねどんどん最上位に上げてくるでしょうから、ちょっとやっぱり Z6、7でのねオートフォーカス性能がちょっと足りないっていうことを言われてきたニコンとしては、もう起死回生のフラッグシップ機ということで発売をするというふうに思ってますので、この部分に関してはね非常に期待しているというふうに僕も思ってます。でこれ実は僕ね R3 とこのニコンの Z9 を発売されたら導入しようと今のところ考えてます。じゃあなぜ Z9 を新たにね、今まで僕ニコンを使ってないように思われてたのにレンズもないじゃないかっていうふうに思われてるので不思議がられるかもしれませんが、いいものが出ればそれはねそれで資金投じて機材として導入して使うということは、プロとして当然の考え方としてずっと持ってます。でもここ残念ながら長いことちょっとニコンにはそういう機種が現れてなかったっていうだけで、この Z7 も Z7-2 もね見送ってはいたんですけれども、この Z9 に関してはもともと僕ね Z6 で感じてたのは Z マウントの将来性ですね。この Z マウントっていうのはおそらくミラーレスのマウント上、他のメーカーも、この富士フィルムの中盤は除けばですけれども、最もこの 35mm サイズのマウントとしては多分最強にレンズの開発しやすいマウントだというふうに思います。そこで Z9 にぜひねおそらく出るんじゃないかと思っている 10mm、24mm の F2.8 だったかな、ニコンさんなんか出すんじゃないかなっていう噂をちらほら聞きますので、僕建築写真撮る側からすればこの Z9 の性能に超広角のズームレンズ 10mm、24mm かなの F2.8 投資のレンズが出ればほぼ建築写真撮る上では最強のレンズになるだろうという予測をしています。これもだから実際出てね試し撮りとかしてから最終決定はしますが、数字のスペック上だけの話でいくと非常に期待の高いボディとレンズということになるので、この Z9 は出たらですね導入しようかなと思っています。そうすると、R3 と Z9 の2台体制、メーカーが違うとね画像の出来上がりのあれが違うんじゃないかとかっていうこともあると思いますが、僕とすればやはり室内インテリアで超広角は Z9 に常に 10mm、24 をつけて、で TS レンズだとかあと動体で人を追う時には RF レンズの僕2870の F2 を持ってますので、そいつを使って動体のね人物撮影を使い分ければ常にこの2台で TS レンズと広角レンズをレンズ替えしなくても2台体制で常にね撮影できるようになるっていうところはちょっと便利かなと思ってますので、そういった意味でね Z9、バッテリー一体型でもあるし Z マウントの特徴がうまく表現されるレンズもね今後はラインナップしてくるだろうという期待もあるので、この Z9 ぜひちょっとね早く出ないかなって、これそれこそキヤノンの R3 とどっちが早く出るのかなんていうね状態ではありますが、多分秋から年内には出るような感じではあったので、これもしかしたら Z9 の方先にね導入するかもしれませんが、ちょっと楽しみにしている機種の一つということでご紹介させていただきました。前回のね R3 のお話の中でも言ったように、ソニーの α1 を導入を見送ったのはこの R3 と Z9、こ
この2台を導入したいというね気持ちが強くね働いたことによってソニーの α1 の導入を見送ったという結果ではあるんですが、まだそういった意味では2つとも発売されてません。 α1 しか発売されてないので、本当 α1 のね性能だとか機能っていうのはもう周りのフォトグラファーに聞くとねいいことしか言いません。本当にすごいもう完璧なカメラだっていうことをねよく聞きます。で最近はね僕皆さんも使ったことあるか分かりませんが、クラブハウスというねボイスの SNS で、いろいろ情報交換、いろんなカメラマンと知り合うことができて、実際にお会いした方も何人もいらっしゃいますし、いろんな方の情報を聞いたり、お話しする機会も増えて、どういう機種がいいのかとか、そういったこともね踏まえてこのクラブハウス内で僕自身がねフォトグラファーハウスという部屋を実は立ち上げて、もうそこにねそうそうたる国内のねトップフォトグラファーのメンツが集まって日夜ね24時間開いた部屋でねおしゃべり続けてますので、そんなこんなんでねちょっと宣伝チックにもなりますが、別に宣伝って言ってもそこで何も収益があるわけじゃないので、もし興味ある方はねぜひクラブハウス、今はもう iPhone も Android も両方できるようになりました。そんなことでねカメラとかねそういう写真のこといろいろ情報集めたい方はねぜひクラブハウスの方にも顔を出していただければ、僕も本名の田岡信樹という名前でねログインしてます。ちょっとなんかニコンの話からね なぜかクラブハウスまでの話になってしまいましたが、いろんなことのねカメラの機材のことどんどんこれからもね実際にこれ発売されたらまたね本当の機材レビューとして紹介したいし、本当に僕楽しみにしているのは、もうここ数年ずっと変わらなかったね建築写真撮るためのレンズがここ年来年でちょっと本当だいぶ様変わりしてくるんじゃないかなということを予測してますので、そういったこともね今後、この YouTube のね方で紹介できたらなというふうに思ってますので、皆さんぜひ、このタオカメラチャンネル登録の方をして高評価できればね押していただいて、今後もご視聴続けていただけたらありがたいなと思いますのでよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。どうもありがとうございました。